皆さんこんにちは、青ゆいです。本日はこの新しく買った 70-200mm でガシガシと撮っていきたいと思います。では行ってきます。今回は作例をただお見せするだけではなく、構図やカメラの設定解説や玉ボケ比較も行っていきます。ぜひ最後までお楽しみください。ちょっとこの通りね、結構面白そうなものがいっぱいですね。いやー、いいわ。いいねいいね。ちょっと近づきつつ、いいかも。少し下から撮って上のね、提灯だったり入れてもいいね。いいんじゃない？この写真は奥に引き込まれる感じを作っています。やり方はシンプルで、左右の壁で画面を挟んで奥に道を作るだけです。これだけで視線が自然と奥に流れます。次に 70mm くらいの焦点距離で撮ると、奥と手前の距離がぎゅっと詰まって提灯が密集して見えます。これで一気に雰囲気が出ます。F8 にしているのは手前から奥まで全部しっかりと見せるためです。いいね。なんか裏感がいいですね、やっぱりね。このコカ・コーラの看板好きなんですよね。いいかも。奥と組み合わせて、奥のこの旗のね、影がまたいい味出してる。この写真はどこを見せたいかを明確にするがテーマです。主役はこの赤い看板、それ以外は全部脇役です。70mm で少し寄ることで余計な背景をカットして視線が迷わないようにしています。F5.6 にすると背景が少しだけボケるので主役が自然に浮きます。ポイントはぼかしすぎないことです。いいね。ここの光の感じが良かったですね。うわー、すごい面白い。裏らしさが出てますね。光がちょっと強めなのでF 値でコントロールしましょうか。ここに当たる光とかもいいですね。いいね。良さそう。このガラス玉とか F2.8 で撮ったら面白そう。ちょっとすごいね。さすがの F2.8。かわいいな。デカデカボケボケですね。縦で切り抜いてあげてもいいかな。うわ、おもろ。どこまで寄れるんでしょうか。ちょっと70でいきますか。かわいいな。結構寄れますね。写真？動画？いいかも。この目の前の横浜大世界とかが良くないですか？あの辺りね、結構好きです。いいね。圧巻ですね、この世界。あと自分の好きな場所で切り抜いてあげる。この写真はごちゃごちゃを整理するのがポイントです。見てほしいのは奥の建物で、そこに向かって看板や提灯を重ねるようにしています。112mm ぐらいまでズームすると奥のものがぐっと近くに見えて全体がまとまります。F9 にしてるのは全部しっかりと見せるためです。待ち撮りで悩んだらズームして圧縮する、これだけで一気にまとまります。情報をね、自分で切り取って選択できるっていうのが楽でいいですね。そう、楽なんだよな。とにかくね、今ちょっと使っただけでも思ったのは、やっぱりね、外で撮るときめちゃくちゃ軽いので、撮り回しがすごくいいです。なので、バシバシ撮ってしまう。今日も多分ね、枚数がたくさん、撮れてしまうんじゃないかなと思います。もうすでにね、ちょっと今撮りたいものがあるので、行ってきます。F2.8 で撮ろうかな。上のね、風鈴たちを撮りたいと思います。こっちだとちょっと
電線が目立ちますよね。なので少しこちら側に寄ってあげて、この看板が気になるのであれば後でトリミングとかしてもいいかなと。せっかくなんで F2.8 でいきましょうか。透き通るような風鈴がいいわ。素敵。面白いものがいっぱいありますね。ただちょっとね、透けてる感じ、透明感試したいので、こういったもので撮ってもいいんじゃない？いやー、いいね。良すぎるでしょ。ここはちょっと絞りましょうか。成分表示目立つと結構ね、文字感が強いので、情報量ぐっと減らせるように、こういった英語表記とかを選んであげるといいのかなと思います。いいんじゃない？この写真の主役はラベルの文字です。まずは見せたい文字にピントを合わせる。これが一番大事です。周りの瓶が重なっているので主役の文字に視線と自然が集まるようになっています。86ミリぐらいで撮ると周りが少し圧縮されて主役がまとまりやすくなります。F5 にすることで文字ははっきり、それ以外は少しだけボケます。主役とそれ以外を分ける。これができるだけで写真はぐっと良くなります。いいね。では今からね、この通りを撮っていきたいと思います。行ってきます。ごま団子。美味しそう。これは主役だけを見せる写真です。見せたいのは手と団子だけなので、それ以外は全部ぼかしています。やり方は簡単で、200ミリまでズームして、F 値はなるべく開放寄りにすることです。この望遠プラス低い F 値の組み合わせにすると背景が消えて主役だけが浮きます。やっぱね、場所が場所なので結構日本らしさっていうのがカットされてて面白いですね。しかもその情報が多い中で70-200というね、整理しやすいレンズを使ってるので、結構見せたいものをバシッと見せる、そんな写真が撮れてね、超楽しいですいいね。ここもね、結構好きなんですよ。いいね。結構ね、このレンズね、透明感がすごいなと思います。なんかニコンっぽいというか、ソニーらしくない透明さがある。この辺りも良さそうですね。ちょっとせっかくなので下から撮ってあげると、あえてね、こうボケ感ともやがかかった感じ楽しめるかもしれない。たった1スポットでもめちゃめちゃ撮れますね。本当に撮るもの多い。この写真のポイントは光です。ガラスに反射した光が主役だけに当たってスポットライトみたいになっています。ここで大事なのは角度で、上からじゃなくて正面から撮っています。これで光の形と影がしっかり見えるようになります。あとは 70mm で少し整理して F5.6 で形を残しています。ちょっとこの宝箱みたいなやつが上からかな、可愛いので宝箱ですね。ちょっとあえてね、この光のもやが入ってもいいかも。前ボケ感が出て可愛いんじゃない？いいかもいいかも。いいねいいね。可愛いわ。この缶だけいいね。7200の結構 F2.8 のボケ感っていうのも好きで、あとね、なんか意外とこう透明感があった。晴れの日だとさらに透明感が増すような、そんな印象があります。ちょっと裏行きます。ちょっと裏路地感。かわいいワンちゃんのカップが置いてある。いいんじゃない？いいね。ただ奥の白い背景が少し気になるので上からかな。可愛いんじゃない？2つのワンコカップ。このミニサイズな感じがまたいい。
この写真のポイントはハイアングルで影を強調しているところです。上から撮ることでカップや椅子、それらの影の形がしっかりと分離して立体的に見えます。そして 187mm でズームすることで余計な情報をカットしてカップや影だけに視線を集中させています。影が綺麗な時はどのようにしたら一番影が美しく見えるか、それに合わせて角度を変えてあげると一番綺麗に見えるかなと思います。可愛すぎる。うわ、美味しそう。めちゃめちゃ美味しそう。ドーナツが置いてある。かわいい。なんかこのオレンジライトがまたいいですね。ちょっと後で構図整えたいかも。この写真は3つの層で奥行きを作るのがポイントです。1つ目が手前のガラスケース、2つ目が主役のドーナツ、3つ目が奥の背景のボケです。この3つを重ねることで平面じゃなくて奥行きのある写真になります。200mm で撮ると奥のドーナツがぐっと近くに見えて全体の密度が上がります。手前、主役、奥、この3つを意識するだけで写真に立体感が出るので面白くなりますね。なんかこういうおみくじとかも可愛いですよね。箱の中身とってもいいかも。面白いんじゃない？もっと寄りたい。不思議な世界じゃないですか？この箱があることによって前に紙が落ちてこないんですけど、そのケースをね、ケースの端っこ入れないことでこれどうなってんだろうっていう、そういう不思議なちょっと世界観を作り出すことができますね。面白くないですか？こういうの7200だからできること。はいはい、面白い。最高。この花可愛いですね。結構優しめですね。それがまた良かったり。なんか紫で前ボケ作っても良さそう。この囲まれてる感じがね、また良かったり。いいな。紫の前ボケで青の花を囲うっていうね。ちょっとそんな技法で撮っていきます。いいんじゃない？この写真はボケで囲むのがポイントです。手前と奥をぼかしてその間に主役の花を入れています。これをやると自然に視線が中央に集まります。135mm 付近で撮るとこのボケが作りやすくなります。そして F4.5 はボケと形のバランスがちょうどいいです。とにかくボケで枠を作る、これを意識するだけでただの日の丸構図にアクセントを加えられて写真がさらに面白くなります。可愛すぎる。ちょっと一回下に降りようかなと思います。おーいいね。いいね。うわ、なにこれ、めっちゃ玉ぼける。かわいい。なにこれ、奥が暗くなってるのも良くないですか？いいね。なんだこのボケ感。やっぱいいわ、このレンズ。いいね。なんかもっとグッと寄って、気持ちいい。玉ボケと改造感。やばいな。ここだけで一生入れそうな気がする。ひえ。玉ボケができた。何これ、富士の花めっちゃ可愛い。やばいですね。これどうやって撮ろうかな。これね、撮り方次第でこうやって前にピント合わせたらこうなるし、これで可愛いな。ただね、せっかくなんで奥にピント合わせたいところですね。これは合いましたね。奥にいいんじゃない？可愛すぎる、このスポット全体が。可愛い。縁ちょっと絞り気味でいきましょうか。
いんじゃない？あ、いいね。良すぎるね。おしゃれ。いいですね。ここが市場通りっていうところになるのかな。結構ね、メイン通りも面白いですし、それ以外のちょっと外れた道、小道だったりとかも撮ってみるといいのかなと思ったりしますね。かわいい。なんか良さげですね。網の感じを出してもいいかもね。面白いね。見たままの世界だとこんな感じなんですけど、ぐっとね、圧縮効果を効かせると情報が整理されますね、やっぱりね。いいね。カトラリーとか良さそう。そうそう。光と影がね、いいので、ちょっと F 値は 2.8 でぼかしながら、箸の方にピントを置きましょうか。少し後で画角整えますね。トリミングで。ボケ感美しいね。F2.8。いい。面白い。ここのお店できたんだ。私ずっとね、シャッター閉まってる中でしか撮ったことなかったんですけど、なんかいい写真撮れそう。F2.8 でいきましょうか。かわいいな。この空間全体がかわいい。かわいいです。花が多いので、そのあたり絵みたいな印象になるので面白いな。いいね。これとか良さそう。ここのなんかコンクリの壁、こう階段の感じもいいね。がっつり下から撮ってあげるといいかも。おしゃれですね。ここ広角でも合いそう。ただ光もいいんだよな。ちょっと差し込む光。めっちゃ面白い。あそこに私が写ってる。ちょっとピースでもしとこうかな。おもろい。今裏路地にちょっと行ったんですけど、もう一回メイン通りに戻りたいと思います。では行ってきます。はいはいはい、かわいい。いいね。なんかこの感じも普通に一枚パシャッと撮っても良さそうな。看板がいいね、奥の。F13 とっていける。ここの感じもいいね。可愛らしいね。いいんじゃない？椅子とカフェ感。このカフェの感じと緑が映えますね。ポスト可愛くないですか？ポストとここら辺一帯がね、この影、伸びる影とか、はい、可愛い。そうそうそう。なんかね、撮る前からなんとなく良さそうな感じしてましたけど、カメラ向けるとさらにいいね。で、こっちまで入ると余計なね、情報がいろいろ入っちゃうので、なるべく、影だけ、影と物体だけ入れるようにしましょう。いいですね。良いね。こういうのも好きですね、私。ビールいっちゃう？今自分がちょっと映ってますけど。まあ画角調節すればなんとかなるでしょう。しかもここならではの感じですよね。日本らしさをちょっとカットしてね。いいんじゃない？この辺りのステッカー可愛いですね。
面白いな。今ここちょっと白飛んでるので何か入るといいですね。今みたいな感じで。なんかすごいところに着きました。煙が出てるんですよ。おー、すごいな。ろうそくですね。200ミリで抜きますか、パスッと。面白い。面白いものがいっぱいありました。ちょっと場所移動します。竜のあたりとか抜いてあげて面白いですね。葉っぱの前ボケがね、できるので、前ボケ作ってあげると立体感出ますね。いいんじゃない？面白い。いいかも。ちょっと次の場所を探します。おー、かわいい。あ、かわいい。この看板。ここは F2.8 で。ボケボケで撮りましょうか。かわいいね。あー、手前のこのオープンまで入れると、いいね。整ってきました。なんか、自分の中で理想の形に近づいてきたというか。かわいいな。いいかもいいかも。あの辺り良くないですか？日陰のベンチ。いいね。さすがに F はね、変えましょう。で、この影いいかも。いっちゃいましょうか。ちょっと斬新なスタイルで。面白い。この図形とか撮ったら面白いんじゃないですかね。面白い。てか後ろめっちゃボケてる。このね、ボケの柔らかさとこの被写体の輪郭のシャープさの感じがね、いいんですよ。おもろ。でも面白い。よくわかんないけど、それが面白い。とかね、なんだろう、アート作品もいいね。かわいい。半歩ずれるだけでまた面白いのがある。縦だな。あら、可愛らしい。本日はこの写真が最後の1枚となります。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。